芸人、どうも、監督です。今回なんですけども、はい。こちらですね、埼玉、群馬、茨城で買った商品をですね、紹介したいと思います。おー。というわけでね、今回なんですけども、諸事情でね、大阪にね、急遽ね、飛び出すことになりまして、はい撮影を一旦途中で中断してると。そうですね。まあ、動画見てくれた人は分かると思うんだけど、まあもちろんこの後ね、またね、その続き行くんですけども、はいまずそこまでをとりあえず紹介しようと。ああ、はいはいはい。で、紹介した上で、ちょっと暑かった店、もう一回行きたいなっていう。ああ、いいですね、それも。イベントもしちゃおうかなっていうことでね、今回その、買ったものを店舗ごとにちょっと紹介していきたいと思います。おお、いいですね。新しい。今まではこれが安かった、どう高かったみたいな話ばっかだったじゃん。今回は店舗ごとなんで、まあこの店舗さんでこれ買いましたと。ご紹介できる店限られてるけど、極力ね、紹介していきたいとおお。思います。記憶があるうちに。はい、記憶があるうちに。埼玉ね、動画見てもらったら最初ね、何もないという状況から始まり、そうですね。その後ね、激アツの店が見つかりみたいな、はい。なんかすごい動画的にいい展開になったんで、じゃあ早速ですが、手元カメラ、行きましょう。地図から見てみると、はい。カードボックスとか言ってるのはね、ポパイさん。このポパイさんが激アツだったわけじゃん。そうだ。みんなが見た天井まで使っているという新しいね、あれよ。ポパイさんね、それを買ったポパイさんで買ったカードが、こちらですね。はい。じゃん。ということでね、まあちょっとね、見ていきましょうか。まあパーっとね、こんな感じでバーっと見ましょうか。はいはいはい。ここね、カードラスとか、ゲットカードとか、トップ3とか置いてくれてたっていうね。で、この、なんか安いんだよ。びっくりするぐらい。で、キューラとかこれもね、デオキシスもね、プロモのデオキシスだったり、これも 3D カードのデオキシスだったり、フレンドリーシップだったり、値段が、だから3年ぐらい前の値段で置いてあるっていう感じで、これちょっと見ていきましょう。はい。こちらシールダスのね、不思議マナですね。はい。1998年。あんまり紹介したことないんじゃないかな、動画で。これはリザードンバージョンとかカメックスバージョンとかいろいろあって、まあまあいろいろこれが、まあポケモンが3匹、進化ラインで揃ってると。はい。これはね、その社長のコレクションって言ってた。当時のコレクション。あ、言ってたな。うん。状態はね、ちょっと悪いかな。結構シールもベタベタしちゃってるんで、これはまあ悪い方に入るけど、800円なんでね。やばい。はい。20年前のシールって書いてあります。すごいこれ。これはね、ふにゃふにゃしてるんでね、結構状態自体、このもの自体は脆いんですね。はい。あとね、ゲットカードも何枚かありますと。こちらね、ゲットカードね。俺が動画で何回も紹介しているゲットカードですね。で、これが、ピカチュウのムービーバージョン。これがピカチュウのムービーバージョンで、こっちがね、通常のバージョンになってます。はい。これは白枠がついてるやつですね。この白枠がついてるやつ。これがついてないやつ。たまたまついてるのとついてないのが、これになってますね。ちょっと見てみましょう。光り方もね、ゲットカードって違うんだよ、ものによって。これは、状態自体はそうだな。まあちょっと擦れ傷とかあったりとか、まあ折れてたりはするかな。はい。まあまあ値段的にはね、1800円で、まあちょっとね、高めではあるけど、なかなか見ないものなんで、全然大丈夫かなっていう感じです。ここもね、ちょっと右上が、はい。こんな感じでめくれたりとかしてるけど、まあでも1200円なんで、まあだいぶ、見た目的には安いですね。これはね、かわいいね。ピカチュウプロジェクト。1998年のやつですね。なんで、ここら辺は同じ年代に出てるっていうこと。はい。で、こちらがですね、トップのね、シールですね。これが、はい。こちらもちょっと上にこれがあると。まあまあ、でもまあ、かなり綺麗なブルーに入ります。これは1500円。いいんじゃない？悪くないんじゃない？あとこれ。トップ3のサンダーです。はい。これですね。こちらも、まあ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 。あれこっちは悪くないな、意外と。あ、羽のとこ凹んでましたね。これがね、見逃しがちなんだよね、なかなか。これも、もうかなり最近で言うと希少になってきましたね。全然見ないもん。サムサンダー。まあ、ここら辺はもう置いてるお店少ないんで、ポパイさんはもうだいぶ、なんだろう、いいんじゃないでしょうか。で、こちらね、セラオラのポケモンの劇場版のやつと、リザードン。あと、グラードのお出ましキャンペーンのやつですね。これ安かったな。GX の。と、あと、タックチーム、ピカチュウ、プロも、こちらもフレンドリーシップ。で、これが CHR ですね。ちょっとキューラ見てみようか。
うん。まあ、後ろに傷はあれど、まあ、最近1000円切ってれば安いみたいな感じの漆はあるんで、だいぶ安いめなのかなっていう感じがします。うんうん。ゲンガーもね、だいぶ、まあ、傷はあるけど、まあ、よろしいんじゃないでしょうか。はい。3500円でね。オーディオキシスね。これがね、めちゃくちゃ。まあ、状態はね、めっちゃいってる。まあ、6800円なんで、まあ、すごいね、状態自体は結構いってますよと。ほい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 。うん。白掛けもね、ちょっとあって。これはね、安かったな、傷。まあでも折れてるか。結構やっぱ古いカードに関しては傷が大って書いてくれてるんで、だいぶね、傷はあると思います。これめっちゃ安かった。これまあ確かに傷はめっちゃあるんだけど、これが1500円は破格ですね。本当に。最近バチバチに高騰します、これ。未開封もやばいっす。デオキシス。でもこれは綺麗だね、やっぱり。フレンドリーシップってもともとプレイで使わないから、これ全部綺麗ですね。あとは、こちらポケモンパンですね。はい。すごい、ポパイさん良かったんじゃないでしょうか、だいぶ。最高でしたね。うん。これはね、すごいいいよ。良いスタートを切れてる、今。で、次買ったのが、ブックオフさんちょっとね、一回省くか。どうするなんか激アツのところだけ紹介していくもう。どこのブックオフか覚えてないんだよね、これが。わからないっていう。謎ブックオフなんで、ちょっと待って。わからんな、もわからんな。ブックオフはめっちゃ言ってる。トップさんと混ぜてると。これもそうか。これどこだこれ覚えてるどこだっけうわー、覚えてねー。うわ、めちゃくちゃ覚えてない。わかりそうでわかれない。わかりそうでわからない。それ分かってないじゃん、じゃあ。すごい、ここまで出てきてる。ブックオフとかね、メガオニウムとかね、ちょっと。あとは、まあ、埼玉で言うと、他は傷ありでね、結構珍しいところはね、まあ今バーっと見せるけど、まあこんな感じで、あるんですよ。古いカードは。まあとはいえなんか、じゃあ大手さんが今そんな安いかっていうと正直安くなくて、ここら辺も、まあでもここら辺は、あれかな。これってなんだっけブックオフだね。緑シール消える。ね。うん。まあ、安いところは確かに安いっていう感じではあるんだけど、破格かと言われるとそうでもないっていう感じにはなってますね、今。で、これ覚えてる？うわー、待って。待って。まあ動画で見返しましょうか。そうだね。まあ動画見てくれてる人はね、多分わかる。ちょっと俺らもね、ちょっと買いすぎてわからなくなっちゃってるんで。まあここら辺は、このサトシのピカチュウなんか良さそうだな。値段的にも。まあ後ろ、めっちゃ折れてたわ。やば。ゴリ折れしてた。まあしょうがないか。なんだっけこれ。必死こいて買った気がするんだよな、ここ。なんだっけ覚えてる。まあとりあえずここら辺ブックオフね。はい、全部ブックオフですね、ここら辺は。まあ価格帯の差は、あんまなくなってるブックオフ正直。前あったさ、ピカチュウの安いやつとかも全部枯れてるし。確かに。多分俺らのせいやで、あれは。マジで。マジでぶち上がった相場ピカチュウ。だってさ、渋谷とか金沢とかめっちゃあったじゃん。めっちゃあった最近、どこ行ったんっていう話で。確かに。最近マジ見ない。ちょっと飛ぶんですけど、この後群馬ですね。ちょっと群馬のやつ見ていこうか。群馬の、これがこれが、こっちがパキニキさん。パキニキのところか。ポケカセンター。これちょっとこっちは後でしよう。動画的に先に行ったのはこっちなんで。ポケトレさんね。はい。こちら、ポケトレさんの買ったカードでございます。ゴリゴリのファンですかね。はい。いや、めちゃくちゃありがたいです。なんか本当ね、あんな芸能人扱いしてくれんのかっていうね。いや、本当に。ぐらい優しくて。社長さんが素敵すぎたね。いや、素敵だった。なんかまあほら、動画で見てくれた人わかると思うけどさ、ほら、車やりながらとかって話してたじゃん。でね、昼間は車やりながら夜はみたいな、ことで、なんかそんなバイタリティ溢れる人がね、やってくれてんだなっていうのですごい嬉しかったよね。嬉しかった。はい。まあまあ、ここら辺は動画で買った。まず、ちょっと後で紹介しましょう。で、あとこっちっすね。まあ、ブワーっとこれはショーケース見ないで買ったやつですね。でも、安いのこれ。まあ、なるほどね。まあ、ちょっとこちら見ましょう。はい。こちらね、めちゃくちゃめくれてると。で、まあ、折れてると。まあまあ、800円なんで、しゃあないかなって感じですね。800円ね。ちょっとじゃあ軽くね、分けますわ。プロモとかで分けるんでね。EX とかね。ちょっと EX は適当に分けますね。まあまあ、ここら辺はしょうがないかな、傷ありなのは。
なんかさ、安いのに傷ありで文句は言えないよね。こんな傷かっていうのはさ。いや、特価なんだから。特価っていうのは基本傷ありますよっていうやつだからね。はいはいはい。安っ。でもこれ3500円で入ってるわ。カードインも買ってますね。エブレックス。メインでちょっとキューラ見ていきましょうか。メガニウムちゃん、1200円です。まあ。そうだね、結構傷あるかな、ここは。結構傷はね、まあでも200円とかだからね。800円でね。あれですね。まあ、キューラはね、もうこんなもんになっちゃってるよね、地方も。折れちゃってるけどね。3200円のミュウ。これ気になるね。3200円ぐらいでも結構綺麗だな。ほら。だいぶいい感じなんじゃないこれ。だいぶ綺麗だよ。ほら。あ、なるほどね。特価じゃなければ綺麗だということか。逆にじゃあ、特価は高くて、備品の満額が安いかもしれん。逆に。なるほど、なるほど。特徴をつかんだ、群馬の。それ、なんかね、あれだったんだよね。ポケカセンターさんもそうだったの。でもこれバッキリ言ってんの4000円で。リザードンだからね。ちょっとね、高めですけど。はい。うわ、これやばい後ろ、ついてる。うわ予想以上だった。うん。いや、ついてるわけねえだろ、はい。フーディンね。フーディンも、3500円でこれ綺麗だぞ。なるほど、なるほど。はいはいはい。3000円でこれ。ってことは、3500円で、まあ、ここ行ってるか。ここね。なるほど、なるほど。でも、これちゃんと状態見たら、結構いいカード買えそう。これ。なるほど、なるほど。結構ちゃんと分けてくれてる。1000円台はこんな感じ。1000円以下はこんな感じみたいな感じで。なるほど。ミュウツーの2000はこれぐらいなんだね。厚めはなるほど。若干高いのと安いのが若干混在してるかな。うん。これちゃんと状態見て買った方がいいですね。ここでちゃんと、なんだろう、お得なカード欲しいって人は、状態見て買いましょう。多分3000円の、この中で見るとこの2枚は結構安かったかなって感じしますね。傷ありに関しては若干まあ、高めではあるけども、まあ、でもないからね、しょうがないのかなっていう。この特価のフーディンがなぜか、めっちゃ綺麗だったっていう。こういうこともありますよってことですね、多分ね。うん。まあ、これ綺麗めだな、だいぶ。だいぶ綺麗めですね、これは。はい。カードインを見てみましょうか、じゃあ。カードインね。なるほどね。これ、ここ左行っちゃってるわ。これはね、ちょっと高いかな、5000円は。まあ。買い取りで言うとね、多分1000円とか2000円とかね、ほんとそのぐらいの大ダメージ的な感じになっちゃうかな。電流はもう悪くないかもしれないですね。まあ、ライコ人気なんでね。いいね。はい。なるほど。結構お店の傾向がわかるよね、状態見ないと。確かに。こういうぐらいの値付けなんだとか、こういう感じで値段つけてるんだなって。なんていうか多分ね、値付けしてる人が2人以上3人ぐらいとかいると、ちょっとね、価格帯がバラバラになってくるんよ。別のタイミングで品出ししてると。リベルタル EX。結構綺麗だな、これ。はい。だいぶいいんじゃないでしょうか。12000円で。14000円でこれは。ペリジオンもね、なんかここら辺綺麗っていう話してたんで。嬉しいちょっとさ、いいね、これ。綺麗なカードありますよ。ちゃんと値段、お金払えば。いいね。なんかお金払っても綺麗なカード置いてないお店最近多いんで、これはいいんじゃないでしょうか。リザードン。16000円か。まあ、これあれだな。CP の方ですね。まあ。悪くないかな。なるほどね。結構あれかも。いいかも。まあ、ちょっと傷のカードはね、あれなんだけど、特価は。状態見てガチで買いに行きたい感じ。いいね。ちょっと言っていいかな。これちょっとリベンジしましょう。おかわりパンチ。ちょっと高額帯とか見てなかったんで、高めのやつとか。
多分この予告でまた出てくるんじゃない続きで。リベンジ。リベンジ編みたいな。おー、スカルセレビ。はい。マジでね、これはね、表はね、いい感じ。ちょっとせえてたりとかするよ、ほら。でも全然問題ないかな。うん。ほら、光るセレビね。まあ後ろもちょっとせえてるかな。でもまあ。セレビなんでね。いい感じですね、これは。セレビが生きてることがでかい。生きてる、これ。うん。生きがいいね。やっぱ高額帯の満額が低いね。地方は。こういうのが。秋葉だったら14万とか15万とかで販売しててもおかしくない。倍だね。なるほど。これ倍です、大体秋葉だと。14で多分買う人も全然いると思うんで。じゃあ次ね、パキニキのとこね。はい。パキニキどうなのっていう。パキニキちゃん。パキニキ会いたいしな、また。会いたいね。シンプルに会いたいからさ、ちょっとパキニキに会いに行かないと。ポケトレとポケカセンター行ったらいいんじゃない？確かに。プリカード欲しかったら。俺らも行くよね、多分ね。行くね。車でさ、近いじゃん。うん。続きましては、パキニキのお店。はい。ポケセン。ポケセンでございます。一枚一枚頑丈にさ、ちゃんとローダー入れてくれてると。うん、ありがたいです。はい、じゃあこちら見ていきましょう。このピカチュウ安かったからこれ見るわ、まず。これセブンイレブンプロモのファイルのやつなんですけど、状態悪いって言ってたのはそういうことか。確かに状態悪い。韓国語版。これがね、一番人気ないんだけど。ボコボコだね。なるほどね。はいはいはい。でもだから1500円っていうこと？ 1500 円でも安いで。ボコボコでも。人気なところがね、ここら辺ね、日本とアメリカ。あとね、日本、アメリカは人気なんですよ。ワールドピカチュウだからね。確かに、凹んだりはしてる。アメリカ。ここね。でも、1500だったらな。1500だったらな。韓国語安くした方がいいかな。こっちの方がもうちょっと高く売れると思うけど。日本語は25と。上がね、ちょっと言ってますね。はい、ミクレガールス。で、はい。なるほど。これはキザルト。一番ね、人気、日本語バージョンが人気ってことで、多分これが人気あると思います。これはね、緑色バージョンもあって、そっちは結構珍しい限定バージョンなんですけど。これ剥きまくったね。1万円に売ってた時代に俺、日本から買わしたのは僕です。すいません。謝ります、先に。びっくりするぐらい高騰します、今。5万とかします。あれ悪くないぞ。おっとこれ1500円なんだ。いいぞ。なるほど。結構状態いいかも。1700円でこれ出す。これはリベンジだね。これは安い。マジか。マジ。ガチで安いわ。ここ殺到するぞ。マジでやばい。そんなにやで、動画出したくねえ最悪や。600円。これは傷あると。うわー、もうしょうがないよね、もうね。宿命だよ。あんないい店。うわー、最悪。これ人押しかけてさ、もうこれは何も買えなくなるよ、これ。もうしょうがないでも。もう YouTuber の宿命や。うわー、これめっちゃ綺麗やな。いい感じやな。2000円です。まあって感じなんだけど。おい、どうなっとんねん。こう上ちょっとね、めくまれてますね。でも、このめくれで1500にしてるんだ。あれだな。ショーケース枯らしに行こう。ちょっとこれ、キンキンで行きましょう。確かにシークレットキャラのオーナーさんにも会いたいです。会いたいし、御三家はね、めっちゃオロオロだと。確かに、ここら辺は正直人気ないっちゃ人気ないから、値段が安い理由はわかる。ちょっと不思議マナとかね、見てみるか。バグフンも見てみるか。ここら辺気になるね。海流とか。海流6000なんで。6000でどれぐらいの海流が出てくるのか。はい。ちょっと傷はあれど。なるほどね。
はいはいはい。ああ、なるほどなるほど。いい感じいい感じ。おいい。なるほどね。うん。3000円ぐらい安いかな、都内よりも。そうだね。30% オフって感じ。今のところ。いい。ちょっと見てみましょう。おー、僕分ね。ああ、なるほど。ここ線傷入ってると。これね。あ、でもこれ食器傷っぽいな。なんか。あー、どうかな。でも食器っぽいな、これ。はいはい。表もまあ。うん。これが2000円ね。ああ。いい感じ。いい感じの価格帯。ああ、こっちはボロボロだ。これで2500円ね。なるほど。わかった。これはね、まあ、人気度で言うと、まあ、かなり上位なんですよ。まあ、上級としましょう。で、人気度で言うと、まあ、ここら辺が中級としましょう。で、まあ、こちらが、まあ、下ね。下枠ね。あ、これじゃ嘘。これじゃない。こっち。まあ、オーダーエルとかね。ここら辺のヤドキングとか。だから、この一番下枠のところに関しては、備品がめっちゃ安いわ。で、バグフンに関しては、まあちょっと値段が若干前後してる気はするけど、まあでも、とはいえ、20%、30%オフぐらい。で、これも20%、30%オフぐらい。こっちが、まあ結構30%、40%、50%オフみたいな感じ。やば。だから人気度で言うと、だから人気度が高いところは、傷ありでも高いと。で、人気がないところは、備品でも安い。まあ普通なんだけど、それをしっかり分けてくれてる。だからそれをなんか価格帯で差別化するのって結構知識いるから。なるほど。うん。多分だから、かなりね、これは熟練の、ポケモントレーナーがおるわ。ポケモントレーナーがおりますわ。ほら、ね。だから人気のカードは、傷ありでも、まあ大体3000前後、不思議花。ね、これ GB の不思議花。まあまあでも、妥当かなっていう感じですね。はい。もうこれが値段で売れるかな。3号とか行ったら確かにちょっと渋られるような傷でした。都内でも多分それぐらいだと思います。小分けは。逆にこういう、あ、なるほどね。特価に関しては分けてないから、700円とかのやつは、例えば買ったらこういう風な傷があったりもするよっていうことだね。はい。なんで、これは気をつけてください。白ラベルでも、特価商品。なるほど、なるほど。分かった。これも、やっぱりちゃんと状態確認した方がいいわ。もし買うんだったら。なんか、闇雲に買って全部綺麗だったみたいな感じではなさそうですね。悪いからちょっと3500円見てみようか。なるほどね。あー、なるほど。悪いけど3号結構高いな、これは。傷だいぶあるけど。なんでなんだろう。値付けしてる人が一人じゃなさそうな感じするな。ここら辺の値付けと、ここら辺の値付けがちょっと違うな。これも違うな。なんだろう。ここら辺は、同じ人が付けた感覚はある。ちょっと安めに。で、ここら辺は、多分結構高めについてる。これもか。これはちょっと高めについてて、ここがまあ、かなりその都内での妥当相場って感じ。こいつはちょい安ぐらい。こいつもちょっと高めについてる。これもまあちょっと高めかな。まあ、でもここら辺に入るかな。これだからそんな感じ。今。ここはめっちゃ安い。ここは、まあ結構高い。これはまあ、都内とまあ、妥当。これは、まあここら辺もまあ10%、20%、30% ぐらい安いかな。9% ぐらいかな、都内だと。なるほどね。もう多分だから、例えばだけど、わかんないけど、3人とかいたり、その人の気分とかでも、だからこの日は安く出したとか、やっぱあるわけよ。傷あるからしょうがないんだけどね。買い取りもどうしてもさ、ムラが出ちゃうから、そこはちょっと非常に難しいところではあるんだけども。はいはい。ポケカセンター、俺攻略。攻略しました。はい。というわけでね、こちらもまあ、綺麗ですね。ほら。これは出れば綺麗だけど、1000いくらで安い。これ安いんですよ。ここに安い。まあでも人気じゃない。だから、パッと見たときに、まあさっき言った下枠の子たち、中ぐらい、上ぐらいっていうところで分かれてるね。こうパッと今分けた感じだと。まあ、さっき言ったので多分、方法間違いないと思う。だから多分同じ人つけてるかもしれない。だから人気ないところはもう備品でも安く出してるっていう。まあ買い取りも安く買えるからね。ここら辺とか食器図なんで、サザンアイランドの。これはね、まあ一応プロマークに入ります、当時の。なるほど。はい、攻略しました。というわけで、攻略したから100万ぐらい持って、買わしに行きましょう。まあまあ、済みなんで、こっちからしたら。はい。攻略済みでございます。ポケカセンターさんでした。ありがとうございます。パケニキがめっちゃ優しかった。マジで優しかった。群馬の人みんな優しかった。次はマジで、結構ちゃんと時間取って、オープン目指して2個行って、がっつりもう、状態見ながら買うみたいな、ちょっとやつを企画でやらせてもらおう。だから、動画見て、わーって見て、第2弾みたいな感じで、この後続きで、群馬のところ始まればいいよ。で、その後に土浦
もう群馬行って土浦行けばいいんじゃない速攻で。でもさ、水戸でも行きたい店あるんだよね。それを今俺は実は温存してるっていうね。結構あったけど。あるんだよね、実は。ここが多分一番やばい。万超え。東京だったら。ここやばい。やばい。やばい、ここは。大イベント。ツイッターでバズりました。はい、ちょっとツイッター出しておくんですけど、こんな感じでね、バズったこちらのカードたちを紹介していきたいと思います。これまず280円ってまず見たことないよ、この。どうしたらこうなんのっていう感じ。はい、よい。はい。じゃグルク見える？見えるよ。思いっきり。OK。今回なんですけども、はい。なんとですね、沖縄に上陸しました。うおついに来ちゃいましたと。日本の最南端ですね。こちら沖縄でございます。この果てしない海とね、この果てしない空とね、あそこに空港もあると。はい。沖縄ポケカ旅、はいスタートです。おー。来ちゃいましたね。今回ですね、リサーチの段階なんですけども、なんと28店舗ございます。